皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。トランプ大統領がプーチン大統領との間でウクライナの停戦交渉について話し合うことで合意しました。以後、この話題についても動画ですでに解説を行っていますが、世界的にもかなり動向が注目されているところです。現在のところ、アメリカ側の停戦条件というものはかなりプーチン大統領にとって都合の良いものとなっています。例えば、報道では全く触れられてはいませんが、トランプ大統領の口からは戦争責任について言及は全くされていません。それは戦争指導者であるプーチン大統領に対してもそうですし、一般のロシア兵がウクライナ人に対して行った住民に対する殺人や暴行、強姦や臨姦、拷問などについてそれらについて一切言及を行っていません。また、ロシア軍の占領している地域について、部分的には話し合いの余地があるとはしていますが、それはおそらくは、ウクライナ軍が制圧しているロシア領クルスク州での制圧地域に関してある程度取引の余地があるといった程度の話で、クリミア半島全体や東部南部合わせて4州のその大部分について返還やロシア軍の撤退といった話を含まないものです。そして、たとえ停戦したとしても、その後の停戦維持監視については、アメリカ軍は全く関わりを持たないといったことも宣言していますから、基本的にはヨーロッパに丸投げと形となります。しかし、今月下旬に向けてアメリカ・ロシアの首脳会談が準備されていると言われていますが、この会談の場にヨーロッパの代表者が同席する余地はないとしています。停戦した後はヨーロッパに任せるんだけれども、停戦交渉にはヨーロッパは関わらせないというちょっと意味不明なことを発表しているので、ヨーロッパ側もかなり反発を強めているところです。また、もう一つトランプ大統領のこれまで進めてきた外交カードがちょっとおかしなことになっています。それがウクライナの地下資源の取り扱いです。これまでの私の解説では、ウクライナの地下資源を外交カードとしてウクライナはアメリカからの軍事支援を引き出すための交渉材料にするだろうという話をしました。ところがこの交渉、まず第一次交渉では決裂しました。というのも、アメリカ側が出してきた条件というのが、これまでバイデン政権が行ってきたアメリカの軍事支援に対する見返りとして、ウクライナの地下資源 50% をアメリカ側の権益として認めようというものでした。つまり、未来に向かっての軍事支援として地下資源を活用するのではなく、これまで行った軍事支援、それもバイデン政権が行ってきた軍事支援についての見返り、報奨としてウクライナの地下資源をよこせというものだったというのです。トランプ大統領のビジネスマン的な考え方としては、前の大統領はタダで軍事支援していたんだけれども、その請求書を今から作って送るから、その見返りをよこせというような話をしているので、とてもではありませんが、ウクライナにとっては飲めるものではないでしょう。そして第二次交渉が行われているのですが、この条件というのもまたまたウクライナにとっては認めがたいものとなっています。これは前例としてはシリアの駐留米軍と同じような形と望んでいるのです。シリア駐留の米軍というのは一体どういう形かというと、シリアの地下資源として石油があります。アサド政権下において ISIS、イスラム原理主義者たちが勢力を広げた際に、彼らが石油資源を得て武力を拡大することを恐れたアメリカは、そうした IS にさらなる力を与えないようにと、シリアの地下資源を守るための米軍といったものを駐留させるようになったのです。それは現在でもなお続いています。このような形で、例えばロシア軍が占領してウクライナの地下資源を獲得するのを阻むために、自分たちが欲しい資源のその地域にだけ米軍を置き、戦闘には全く関わらない。ここはあくまでも米軍の管理している地域なんだから、ロシア軍はどうぞ素通りしてくださいというような形を望むというのです。これもまたウクライナにとっては、ほとんど意味のないものでしょうから、交渉はまたまたちょっと続くことになります。ウクライナにとっての地下資源を交渉材料にするというのは、あくまでも未来に向けての軍事支援を引き出すための交渉材料であって、過去行われた軍事支援に対する見返りでもなければ、アメリカが権益だけを確保するような安全保障に無関係な話をするわけではありません。さて、一方で、停戦交渉に向けての話し合いが始まろうとしているというのは、戦争にとって大きな意味を持ちます。それは過去の戦争においてもそうなのですが、ある日を境にして戦闘をやめなさいとなれば、その直前まで徹底的に戦い、ほんのちょっとでも多く占領地域を広げようという動きが起きるのです。
この前例としては朝鮮半島の戦いがあります。朝鮮半島では38度線をおおむね休戦ラインとして設定したのですが、それはあくまでもおおむねというような形であって、完全に線を引いて、ここで完全にやめなさいというのを事前に決めるようなものではありませんでした。ですから、最後の休戦日に向けて、あの山、あの丘、あの尾根まではなんとかといったような形で見える範囲で前線を押し上げようとする戦いが激烈となり、その最後の瞬間をめぐっての戦いでも多くの戦死者が出たのです。このような前例を考えれば、ロシア軍の最後の行動としては、ほんのちょっとでも一歩でも前へというような形で視力を尽くした攻勢に出る可能性が高まってくると考えられます。しかも、この動きにはアメリカ側の動きも手助けとなってしまいます。現在のトランプ政権はウクライナに対する軍事支援を発表していません。現在行われているアメリカからウクライナへの軍事支援は、バイデン政権時に決まったものが今タイムスケジュールに定められたものが順次送られているだけで、追加のものが出ているわけではありません。ですから、交渉が長引けば長引くほど、アメリカからのウクライナ支援は途絶えることへとつながっていきます。そのことを分かりきっているプーチン大統領は、今の非常に有利な条件であったとしても、様々注文をつけることによって交渉を長引かせ、いやいやうちの方も戦争やめる気なんだよねと口では言いつつ、妥結せず、実際の戦闘状態を長引かせれば長引かせるほど、ウクライナはアメリカからの支援が途絶えた状態といったものが続き、非常に苦戦が長引くといった形となります。ですから、停戦交渉を行うといった時には、本来であれば、ウクライナに対する支援も同時に発表し、停戦することの意味といったものをプーチン大統領に考えさせる必要がありました。ものすごい軍事支援をするんだぞというのを最初に前置きしておけば、戦いが長引くことはロシアにとっても非常に不利な条件となり、だからこそ停戦する意義があると思わせる必要があったわけです。今のようにウクライナに対する軍事支援を行うことを全く発表せずに停戦交渉を行うというのを前面に出せば、プーチン大統領にとっては非常に有利な条件を作り出してしまいます。なお、これに関連して日本の今や外相がプーチン大統領が勝利者となるような形での決着を見るべきではないという話をしました。ところがこの発言に関しては、批判する人たちのコメントが殺到していました。これは以前の日米首脳会談の時も言ったのですが、物事はそれぞれに個別に考えをするべきで、石破政権を支持しない、岩屋外相を支持しないといった人たちが、その思い込みで岩屋外相に対しても批判を繰り広げていました。例えば、日本にはウクライナを助ける義理なんてないし、ウクライナに助けるお金を出すことなんて全く無駄なお金の使い方だであるとか、ロシアがウクライナを倒して何が悪いんだ、そういったような形での意見を述べる人もいました。これは非常に日本の平和教育の失敗といったものが前面にあります。例えば戦争をすることが悪いという話をすれば、たとえそれが侵略者と侵略される側の加害者と被害者の関係であったとしても、抵抗する人が悪いといったような形で戦争イコール悪が極端な解釈が進んでしまっています。また、長い戦いが進むことによって残念ながらロシアのプロパガンダに簡単に騙される人もいるし、そのプロパガンダに洗脳されてしまった人がさらに拡散するといったことも現在でも広く見られる現象となっています。住民の虐殺について言っても、あれはウクライナ軍の自作自演だといったような妄言を吐く人もいますし、日常的にロシア軍がウクライナに対する無差別な市民攻撃を行っていることに関しても、そんなことはありえないと未だに言い続けています。そのくせ、ロシア軍が制圧した地域の地下資源がたくさんあることを非常に喜び、ロシア軍は非常に強い、これら資源を得た我々の大勝利だといったような侵略戦争そのものを大絶賛するようなことを言って抵抗するウクライナ側を非難するのですから、もはや支離滅裂としか言いようのない人もかなり見かけられます。少し全体についての解説話が多かったので、具体的なニュースも一つぐらいは取り上げておきましょう。約40万人のロシア人が戦争で障害者になった。3年間続いているウクライナとの戦争は数十万人の死者に加え、大都市に匹敵するほどの障害者をロシアに与えた。
国際戦略研究所 IISS は毎年発行する軍事バランス報告書の中で2024年末までに37万6千人のロシア人が前線で重傷を負い、障害を負うと推定している。IISS の計算によると、戦争開始以来のロシア軍の総損失は78万3千人に達する。このうち17万2千人が死亡し、61万1千人が負傷した。研究所の専門家によると、負傷者のうち23万5千人は治癒可能と分類され、残りは身体障害を負ったという。重傷者の2人に1人は手足の切断に直面している。計算によれば、前線から帰還した兵士のうち手足を失った人の数は18万人を超える可能性がある。ロシア労働省も2023年末にこの推計に近い数字を発表した。重症で検査を受けた人のうち約 54% が四肢切断を伴う障害者と診断されました。これは本当に明白な問題だ。非常に大きな問題だと当局者は不満を述べた。また、上肢切断が20% を占めており、これも前例のない高い割合だと付け加えた。ロシア統計局によれば、ロシアの障害者の数は2023年までは公開されていたが、以後、数値が急増したのか、数値が公表されないようになった。ただし、社会基金制度における障害年金受給者の数も大幅に増加しており、これはチェチェン戦争の待機軍人が統計に一括して含まれるようになった1990年代以降最大の増加数となっている。また、類似して2023年末時点でリハビリテーション機器を必要とする障害者の数も同様にして統計が取れる11年間で過去最高となる46万8000人に達している。戦争が始まって以来、その数は 42% 増加しました。政府は年間6万人から7万人の四肢切断患者に義肢を提供するための予算を計上した。これは戦前年間2万7000個の義肢が必要と見積もられていたことの2倍である。しかし割り当てられた資金は十分ではなく、前線から帰還した兵士たちは何ヶ月も義肢を待っている。動画の前半では主には政治家たちによる外交戦についての話をずっとしてきましたが、このニュースで取り上げた話はそうした政治家たちが無視し続ける現実に戦っている兵士たちとその家族たちが直面する問題です。戦争が長引けば長引くほど一般の兵士たちは傷つき、亡くなり、そして生き延びた人たちも肉体的にも精神的にも傷を負っていきます。戦争するのであるからそのような人たちが出るといったことはもちろんロシア側も把握しており、事前に義手や義足のための予算といったものをつけていました。しかしロシア側の想定以上となっており、多くの兵士たちが手足を失い続けているといったことも続いているわけです。しかし全く間に合っていないといったことも述べられているわけで、それがまた戦場に反映されています。それが負傷兵が松葉杖状態であったとしても前線に再び送り返されるといった形で生き延びるにもさらにふるいがかけられているということです。負傷したからこれでお役御免国に帰れるではなくて、負傷して病院送りになった後もその後除隊できるかどうかはおそらくはコネなどで何らか上官と話がつけられない場合においてはしっかりと治すこともできないし、死をもってしか戦場から離脱できないといったことも前線では発生しているのでしょう。プーチン大統領のような戦争のその一番上にいる人間はこうした国民一人一人に起こっている悲劇に関しては数字の報告を受けるだけで実感として感じることは一切ないでしょう。そして実感がないからこそ、もし今プーチン大統領にとって有利な条件で一時的な停戦をすれば、次の戦争のための準備をまた時間をかけて行うことでしょう。なぜならば侵略して占領地域を拡大させることに何のペナルティもないと彼自身が感じているようであれば、少なくともやめる理由といったものもないわけです。だからこそプーチン大統領にとってこの戦争を勝利者として終わらせるのは良くないという話へとつながってくるわけです。すでに起きてしまった悲劇は変えられないわけで、しかし未来に起こる悲劇を縮小させることができるかどうかもまた今の政治に投げかけられた問題なわけです。そしていつも言っているように、この戦争を侵略者の勝利として終結させるようなことがあれば、それはまた日本にとって
って違う形で中国が牙を向くことを忘れてはなりません。悪しき前例は結局次の戦争を招くといったことが連鎖的に起こるといったことも過去の歴史で繰り返されてきた教訓のはずです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。